金足地と人柱。俺の親父は中国地方某県の山奥出身なんだが、そこには恐ろしい風習があったそうだ。と言っても当時の俺はその内容を知らなかった。親父曰く、口にするのもおぞましい行為が繰り広げられるもので、まだ子供の俺に全容を話そうとしなかったからだ。そんな俺も高校生になって親父の故郷の話なんてすっかり忘れていた。学校が夏休みに入って少しした時、食事中に親父が張り詰めた面持ちで、お盆は実家に戻らないといけないとこぼす。親父の実家には年に一度行くことがあるかないかの頻度だが、この日ほど親父が憔悴したように切り出したことはない。あら、そう。親父と打って変わっておふくろは淡々と冷めきっていたが、俺はどことなく不安を抱いていた。お盆当日、俺たち家族は身支度を整えて車に乗り込む。これから片道2時間弱かけて祖父の家に行くのかと思えば、めんどくさいを通り越して仮眠できると割り切っていたが、親父は何やらそわそわしたように親指の爪を噛みしめる。そんな親父のあからさまな不安定な様子は初めて見たが、そんなに祖父のことが嫌いだったのだろうかと、俺はおぼろげな記憶を引き出すも、さほど覚えていることがないことに情けなくなった。確か前回、祖父に会ったのは、俺が中学に進学した時だっただろうか。あまり笑うことのない祖父だったが、お小遣いはそれなりに奮発してくれたので、印象としては割と良い方だ。ただ、その厳格さが俺の精神をすり減らしたのは間違いないことで、どこか苦手意識はあったが、向こうに着いたらふざけたりするんじゃないぞ。ちゃんとおじいちゃんの言うことを聞けよ。あ、うん。普段、口うるさい方ではない親父だが、なぜかこの時だけは無表情に近い顔のまま運転し、後部座席でくつろいでいた俺にそんなことを言ってきた。わずかにドキリと緊張した俺は、ただ他に言葉が出てこなくて、素直にうなずくだけだった。約2時間後、広々とした土地と石垣を登る先にそびえ立つ古風な日本家屋を前に俺は身構える。祖父の家は相も変わらず古めかしいものだが、手入れされた庭先を見れば家主が健在であると一目でわかる。玄関先の石畳の上を踏み歩いて簡素なインターホンを押せば、数秒後に祖父が引き戸を開けた。おお、よう来たの。すでに定年退職して隠居生活を送っている祖父だが、その恰幅は親父の体格と並ぶかそれ以上だった。親父、おふくろ、そして俺へと流すような視線からは威厳が衰えていないのがわかる。おふくろからしたら義実家は肩身が狭そうに思えるが、祖父はそこら辺は器が広いのか、本人が本当に気にしていないのか、良い意味では実の娘のように、適当にくつろぎんさい、ともてなすし、悪い意味では無関心のように思えた。祖母はすでに他界しているが、最後に会った記憶では温厚な人で、俺も懐いていたとおふくろが言っていた。おふくろも祖母には心を開いていたのか、一緒に料理をしたりするのが楽しかったと、しみじみと語ることもあるほどだ。そう考えると、祖父が無機質になったのは祖母の他界が原因かと思ったが、親父に聞けば、もともと人間味に欠けた人だったと言われた。夕食後、居間でテレビを見ながらゴロゴロしていると、親父が祖父と一緒に戻ってくるなり、悪いけど、俺は明日、
親父と出かけるところがあるから二人は留守を頼めるか。と本当に申し訳ないと思っているのか、怪しい複雑な顔をして申し出た。俺とおふくろは互いの顔を見た後、すぐに了承したが、一体何の用事だろうと少しだけ気になったので尋ねると、祖父が低い声で、知らんでええ、と言い放ってどこかへ行ってしまった。親父も、じゃあ、明日はそういうことだから、と居間を出て行ったが、俺はどうにも釈然としない。何の用事か知ってる？さあ。なんとなくおふくろに問いかけてみるも、案の定、そっけない返事が返ってきた。親父はおふくろにも用件を伝えずにどこに行くんだろうと考えていれば、おふくろが、あ、と声を漏らすので、顔を向ける。そういえばかなり前に来た時も、同じようなことがあったかも。おふくろは顎に手を添えて、天井を見つめる。何かを思い出そうとするたびに、おふくろはこうやって頭上を見上げる仕草を取ることを知っている俺は、特に気にもせずに話を続けた。いつ？あんたがまだ小さい頃よ。おふくろは寝そべったままの俺より少し高い位置に手を平行にして、こんくらいの時、と話す。その背丈からすれば、おそらく未就学の時だろうと予想できるが、あいにくながらそんな記憶は一切ない。おふくろ曰く、約12年前に帰省した際にも、こうして祖父が親父を伴ってどこかへ出かけたらしい。理由は尋ねれば、今のように祖父に突っぱねられたのですぐに身を引いたそうだが、当時の祖母は、大丈夫やけ、とおふくろの背中をさすってくれたという。当時も今もさっぱり意味がわからないと話すおふくろだが、当然ながら俺にもその答えはわからないので、なんだそりゃ、と再びゴロゴロすることにした。翌日になると、早朝から祖父は親父を連れてどこかへ行ってしまったので、俺とおふくろは何もすることがない。買い物に行こうにも、スーパーは車で何十分も走らせた先だし、遊べるような施設はこの辺りにはない。おふくろは、祖母がいた頃は料理や談笑して時間を潰していたと語るが、その目はどこか寂しそうだった。特に何もしないまま、昼はそうめんを茹で、食後はテレビを見て過ごしていると、あっという間に黄昏時になる。そして、すっかり夜になる頃には、俺はおふくろと一緒に晩飯の支度を整えていて、ちょうどテーブルに並べたところに親父たちが帰ってきた。ただいま。お父さん、あなた、お帰りなさい。俺とおふくろが玄関まで出迎えると、祖父は普通に靴を脱いでいたが、親父は土色に変色した顔をして気だるそうにうつむいていた。一目瞭然とはこのことだろうが、俺が、大丈夫、と親父の顔を覗き込めば、ああ、とうつろな目を瞬きさせて家へ上がる。親父は食事時もため息をついたりと、心ここにあらずといった雰囲気だったが、結局、ご飯の大半を残して、早々に寝室へ戻っていった。こりゃ相当に気分が悪いのだろうと体調を心配したが、祖父は冷静に、ちょっと気疲れしただけじゃけ、心配せんでええ、と漬物をボリボリと音を立てて食す。心配するなと言われると、余計に引っかかるのが俺とおふくろの共通点なのだが、俺は祖父の手前素直にうなずくことしかできなかった。その翌日、朝早くからおじ家族が帰省してきた。親父の兄、
すなわち祖父の子供で長男で、家族構成は叔父と叔父の嫁、そして俺より2歳年上の悪ガキ S の3人家族だ。中学の時にも一度会ったことがあるが、現在は金髪に耳ピアスと随分派手な姿になっていることに驚いた。人間、高校に入ると変わるものだと痛感していれば、S は俺の顔を見るなり、久しぶりだな、と早速、兄貴風を吹かせてくる。まあ、俺も S はそんなに嫌いでもないので挨拶を交わした後、居間で近況を話し、気づけば兄弟のように最近ハマってる漫画だとか、彼女いるのかいないのかなんて、下世話な話題で盛り上がっていた。ただ、相変わらず親父は浮かない表情をしていて、叔父もまた随分と久しぶりに見たから確信を持てないが、顔色は悪いように思えた。しかも、到着するなり唐突に、ちょっと話があるから、と、叔父の嫁と S を置いて、叔父は親父と祖父を連れて別の部屋へと姿を消すのだった。叔父の嫁はおふくろと途切れない会話をして盛り上がり、俺も S とこっそりと携帯でお宝画像を見たりと別の意味で盛り上がっていたが、不意に S が変なことを言い出す。なんか、親父の様子がおかしいんだよな。まさに、俺の憂苦を射止める発言だった。俺は S の話題に乗っかって、自分の親父の様子がおかしいことを伝えると、S は、マジか、と何やら探偵めいた仕草から表情を曇らせた。実はさ、前に親父が言ってたんだけど。そして、S は以前、叔父が酒を飲んだ際にこぼした話を、俺に聞かせてくれた。その内容は、この地に眠る伝聞とか怪談めいた類のもので、この地のどこかに、禁足地があるという。その場所には、古くから異形の何かが祀られているらしいのだが、その土地に無断で侵入した者は、末代まで呪われるらしい。しかし、その呪いを解くために、とある手段が設けられるのだが、その方法というのが、人柱なのだ。ドラクエの話。俺が半笑いでツッコミを入れると、S は、黙って聞け、と口を無の字に曲げた。人柱、とは、読んで字のごとくだが、この場合は、呪いを背負わせるために用意した人間を指す。その候補は原則として、禁足地に立ち入った人物でなければならない。例えば、一人で侵入すれば、その当人が人柱として捧げられるが、複数人ならばその代表者一人だけが人柱となれば問題ないそうだ。ただし、その人柱の内容が非常にえぐいものだった。人柱は、地元の数人の大人の手で意識がなくなるまでボコボコにされた後、手足を拘束した状態でカゴに入れられ、禁足地付近に連れて行かれる。その状態で、カゴの近くで祈祷を捧げると、その場にカゴを置き去りにし、1週間後に再び戻ってくる。その時、カゴの中の人柱が生きていれば、再び1週間延長するそうだが、死んでいれば、カゴの中から遺体を取り出して、桶に詰めるそうだ。そして禁足地のどこかに埋め、人柱で即身仏のようなものを作り出すという。それはえげつないね。俺が再びツッコミを入れるが、話はまだ終わりではない。人柱が即身仏になって、初めて儀式は一段落を迎えるらしいのだが、12年周期にその即身仏の体の一部を切断して、禁足地に返すそうだ。つまり、12年周期で手足と頭を切り取ることから、
全部で5回、約60年かけて呪いを解くまでが儀式なのだと S は語る。複数人なら他の奴らがその儀式をやるんだろうけど、一人の場合は誰がそれやんの？家族か親戚らしい。いなけりゃ村人とかじゃね。その辺は詳しく聞いてないのか、S は鼻をほじる勢いで笑った。まあまあ、怖い怪談だったが、果たしてこの話と、親父たちの変わりように何の接点があるのだろうかとふと思ったが、S はこの話を叔父が話したことから、親父たちが本当にその儀式をしているのではと切り出す。いやいやいや、ないでしょ。と、俺は笑うが、S は続ける。いや、さすがに人柱とかはあれだけど、そういう変な儀式とかはしてそうじゃね。もしくは宗教とかさ。田舎って古い風習残ってる場所あんだろ。その言葉を受けて、俺は逡巡した後に、割とあっさりと納得した。確かに、S の叔父が語ったような怪談めいたことは現代でありえないだろうが、この土地発祥の風習や宗教じみた儀式なんかは、未だに残っているかもしれない。それならば、祖父と親父が俺たちに何も告げないのは、そういったことへの後ろめたさがあるだろうし、親父の体調が良くないのはそういう儀式への嫌悪感から来るものだと説明がつく。そこで S は提案する。でさ、次、親父たちが出かけたら、親父たちの後をつけてみようぜ。マジ。いたずら小僧特有の下品な顔を浮かべた S に、俺は内心ワクワクしていた。万が一、祖父にバレた時のことを考えれば気が引けるが、それ以上に、親父たちが何を隠しているのか、それが俺の好奇心をかきたてる。その晩、やはりと言うべきか、親父は、少し出かけてくる、と立ち上がると、叔父や祖父を連れて玄関先へ向かう。俺と S は、来た、と顔を見合わせると、何も知らないようなあどけない顔をして、どこ行くの？と尋ねるが、祖父が、知らんでええ、と予想通りの返答をした。おふくろと叔父の嫁が玄関先まで見送りに立つ直前、S は母親たちに、じゃあ俺ら明日早いから先に寝るわ、と告げるや否や、そそくさとその場を立ち去り、俺も S に続くように早足でその場を離れる。その際、祖父がじっと俺たちのことを見ていたのが印象的だったが、俺と目が合うとすぐにそっぽを向いた。俺と S は事前にサンダルを部屋の中に用意していて、部屋に戻るなり窓から庭へと出る。そのまま息を殺して玄関先を覗けば、親父たちが懐中電灯をつけてぞろぞろと出ていく姿が見えた。こんな夜中に徒歩で移動するようだ。もし親父たちが車で移動したら、早々に切り上げようと話していたが、これならば尾行できそうだと俺と S は無言ではにかむ。それから尾行を始めた俺たちは、かれこれ10分近く歩いていた。田んぼのあぜ道を抜けて、舗装もされていないような田舎道を進むと、立派な鳥居があり、親父たちが神社に用事があったのかと思えば、鳥居を抜けるとお堂とは全く別方向に進んでいく。そのまま小道を進めば、雑木林のような一面木々に囲まれた場所に行き着き、親父たちは緩やかな小山を登っていった。こんな奥地に何かあんのかな？なんかカルト教団じみてきたな。俺は偏僻な土地柄について思案していたが、S はすっかりこの事態を楽しんでいた。だがまあ、S の言う通り、
怪談や風習というよりかはカルト教団のような宗教に通じるものを感じる。まさか夜な夜な山中で祈祷でもしているのだろうかと思ったが、その答えをすぐに見失うこととなった。あれ、親父たちどこ行った？親父たちにバレないように距離をとっていたことが裏目に出た。懐中電灯も持っていない俺と S はこんな山中で完全に親父たちの姿を見失ったのだ。とはいえここまで一方通行だったこともあり、そこまで窮地に陥った感覚もなく、最悪引き返せば家に帰れると分かっていたので、至って平静を保てた。あっちかな。 S が指さしたのはちょうど二股に分かれた片方の道。そっちの道には月明かりでうっすら見える程度だが、パーテーションポールのような進入禁止の柵に緩んだロープが張られている。そのロープには等間隔で紙しでがぶら下がっており、静かに揺れていた。行ってみようぜ。俺は S に言われるままロープを潜ると、少し湿り気を帯びた空気の中を進み始める。少し環境が変わったのが、生える木の種類や歩いている地面が湿地帯のごとくぬかるんでいることでわかる。ただ嫁がそこまで聞かないせいか、親父たちがこっちの道を進んでいる確証は得られない。ただ S が進む後ろを俺がついていく、それだけだった。時折鳴いている青葉づくの声をよそに、俺たちは随分と深くまで入り込んだ。夏場だというのに冷たく張り詰めた空気が肌を突き刺して少し肌寒い。空気中に過剰な水分が含まれているのか、髪もべったりとしてきた。それでも S が足を止めないのは、わずかな月明かりで進行方向だけは見えたからだろう。しかし、俺は S の後ろ姿を眺めながらも、親父たちは何の目的でわざわざこんなところまで足を運ぶのだろう、と漠然と考え事にふけっていた。おい、聞いてるか？何？突然 S に呼び止められて俺は顔を上げた。どうやら俺は自分の世界に浸っていたらしく、今の今まで S の呼びかけに反応できなかったようだ。S は呆れたように俺の肩を叩くと、あさっての方角を指さす。だから、あれだよ、あれ、見えるか？いつになく小声で話す S。俺はなんとなく親父たちの軌跡を見つけたか、当人たちの姿を捉えたのだと察知し、同様に声を殺した。そして S が指し示した方角に目をやるが、親父たちの姿がどこにもなかったので、親父たちどこ？と尋ねれば、違う、そうじゃなくて、と頭をゆすった。あの白いのだって。S は再び指を立てて俺の視線を誘導すると、何十メートルと離れた先の雑木林の中、とある一本の木の陰から白いものがニョキッと覗くように飛び出しているのが分かった。暗闇に白い色が浮かび上がるのは実に奇妙だが、S がそれを俺に教えたかったと理解できた。なんだろあれ。俺は素直に思った疑問を口走ったが、これが間違いだった。S は俺の疑問を晴らすように、自ら、ちょっと近づいてみるか、と言い、率先して歩き出す。俺は別に、夜道とか幽霊とか平気な方だが、さすがに真っ暗闇の雑木林を闊歩できるほどには、肝が据わっているわけではない。こういう場面での S の無謀とも言える勇気には敬意を表したい気分だったが、
早足で進んでいく S の後ろを俺はゆっくりと追っていった。すると S が突然立ち止まる。なぜ立ち止まったのかはわからないが、追いつけばすぐにわかるだろうと思い、俺は何かあったと小声で話しかけながら S との距離を詰める。S は微動だにしなかったが、やがて俺は S に追いつくと、肩に手を置いて S と問いかける。S は椅子を回転させたように平行を維持して首を回した。だが振り返った S の顔面を見て、俺はうわと絶句する。S の両目と口に大量の蛾が張り付いて体を重ねうごめいていたのだ。だというのに振り返ったまま硬直した S を前にして俺は尻餅をつく。S、大丈夫かと震える声で S を見上げる俺。S はしばらく突っ立ったままだったが、すぐに正気を取り戻したかのように、上、ペッ、ペッと顔面に張り付いた蛾を払いのけて唾を吐いた。なんだ、ペッ、うげえ。ひどく取り乱していたが、通常の S の反応を見て、俺はどこか安心していた。大丈夫。おう。一通り不快感を吐き出したのか、S は落ち着きを取り戻すと、周囲を見渡しては不思議そうに首をかしげる。どうかした？俺が純粋に疑問を投げかければ、S は、いや、と口ごもる。しかし、再び周囲を見渡したかと思えば、と、わなわなと口元を震わせた。その視線の先を追うと、離れた場所の木の陰から、さっき見かけた白いものが、同じように覗き込んでいる。あれは一体何なんだ、と目を凝らしていると、今度は突然 S が、キョー、と、奇声を上げ始めた。突然、すごい声量で叫ぶので、俺は心臓が飛び出そうなほど驚く。S。振り向けば、S の顔はねじれたように大きな口を開いていた。まるで気が狂ったように、キョーと変な奇声を繰り返していると、身をよじらせて地面にひっくり返り、芋虫のようにくねくねと暴れ始める。そして暴れながらも、キョーと動物が仲間を呼ぶように連呼するのだ。なんだこの状況は。俺は S が突然壊れた事実に感情がついていかなかった。ただ叫んでいる S を脇目に立ち尽くすことしかできず、どうすればいいのかわからなかった。そうして戸惑っていると、まばゆい光が顔に当たり、俺は目を細める。あそこじゃ。遠くで誰かが叫ぶ声が聞こえた。おそらく祖父の怒声。そう思った直後、やはり祖父だということを示すように、お前か、バカモンが、と、まだ距離があるうちから怒鳴り散らかしていた。祖父が俺のところまで駆け寄ってくると、落ち合ってすぐにげんこつを頭に受けた。かなり痛かったが、おかげで俺は正気を取り戻すことができ、祖父の背後に息を切らした親父と叔父がいることに気がつく。そして全員が俺ではなくて、地べたに横たわり叫び続けている S を見下ろして青ざめているのが分かった。S が急にこうなって、
どう説明していいのかわからなかったが、俺は俺なりに祖父たちにここまで来た経緯を説明した。S が白いのが見えると言った後にこうなったことを話すと、おじは膝から崩れ落ち、祖父と親父は頭を抱えていたが、俺は未だに事の重大さを理解できていなかった。なんで入ったかのう。祖父はひどく衝撃を受けたようにため息をついた。侵入禁止のロープが見えなかったのかと注意されたが、俺が無視して入り込んだと言えば、すぐまたげんこつが飛んでくる。仕方ないのう。俺がげんこつの痛みに耐えていると、祖父はおもむろに S の近くに歩み寄った。それを見たおじや親父までも祖父に続くが、祖父が目をつむっとれと一言告げれば、突然3人がかりで S を足蹴にし始めたのだ。くそ、くそ、許してくれ、と泣きながら足蹴にするおじと、出てけ、と意味深なことを繰り返す祖父。そして、足蹴にされても、キョーと叫び続ける S という狂気の光景を目の当たりにした俺は、これはどこか白昼夢での出来事なのではと、意識が遠のいていく感じがした。実際に俺は意識を失っていたようで、気がつけば床が板張りの部屋に横になっていた。すぐに起き上がろうとしたが、体のバランスが悪く転がってしまう。手足の自由が利かないことから視線を落とすと、自分の手足が縛られていることに気がつく。ここはどこだろうと顔を上げれば、神社のお堂のような空間に様々な細具が配置されている。その傍ら、俺と少し離れた場所に同じようにして縛られた S が寝っ転がっているのが見えた。さらに、部屋の採用にゆらゆらと立ち上る炎が見え、その手前に神主さんらしき風貌の人が何やらブツブツと言霊を綴り、大ぬを時折振っていた。加えて、その後列に祖父たちが鎮座して祈祷を捧げているように見える。親父。俺の声に反応するように親父が振り向くと、祖父もパッと振り返った。ただ、俺が、ここどこ、とか、なんで縛られてんの俺、と問いかければ、親父は、俺が誰だかわかるか、と逆に一貫して尋ねてくる。これでは拉致が開かないと観念した俺が、わかるよ、親父、とめんどくさそうに答えると、親父は祖父と顔を見合わせた後、祖父が俺の頭上までやってきて、少しそのままで我慢しとけ、と念入りに人差し指を口元に立てた。暗に静かにしていろと忠告しているのだろうが、俺もこんなわけのわからない状況で騒ぎ立てるほどバカではない。ただ、しばらく神主の払い言葉というのかわからないが、そんな言霊を黙って聞いていると、死んだように動かなかった S が芋虫のように暴れ始めた。キョー、キョー。その叫び声を聞いた俺は、あの出来事が夢でなかったと痛感した。そして、S が叫ぶなり、おじが S を足蹴にして、出て行け、と繰り返す。すると、S は再びぐったりと横たわり静かになるが、数十分経つとまた奇声を上げ、奇声を上げてはおじが足蹴にして沈める、といった工程を何度も見せつけられた。時間にして3時間は経ったかもしれない。もう手足の感覚がなくなりかけていた頃、神主の言霊が終わった。すっと立ち上がった神主は、お疲れ様でした、と祖父たちにお辞儀すれば、祖父たちも深々と頭を下げる。
どうなるんでしょう。あの祖父がうやうやしく伺い立てれば、神主は、ひとまずは様子見といったところでしょうか、と芳しくない表情を浮かべた。その言葉を受けたおじはひどく落ち込み憔悴しきっていたが、親父が俺の拘束を解いてくれると、俺はやっと解放された充足感から思いっきり背伸びして体をほぐした。S は？俺が親父越しの祖父に尋ねると、祖父は深くため息をつく。しばらくは会えんと思え。祖父は感情を殺したようにそう答えた。その理由を確かめたかったが、親父が俺をその場から遠ざけるようにして押してきたので、俺はそのままお堂から出ていくこととなり、親父と一緒に境内を歩く。おそらく、このまま祖父の家に戻ることは、無言の親父の背中を見て感じ取れた。道すがら、黙っていた親父が重たい口を開く。あそこで何か見たか？そう問いかけながらも、足並みを崩すことのない親父を見て、俺は山中でのことを振り返る。S に続いて二股の分かれ道に進入し、しばらく歩いたところで S と一緒に白いものを見た。そしてその白いものを見たと言い出した S が突然おかしくなったことを親父に話す。その白いものをはっきり見たか？親父の物言いに少し違和感を覚えたが、俺は記憶している限りの情報を何とか絞り出す。白いもの。白い影。人影のようなもの。そういえば、木の影から飛び出した白いものは、まるで人が覗き見るような仕草と類似していた。こう、壁に手をつけて、ぬーっと顔だけ覗くような。俺がそんな断片的なことを口々にしていると、親父は不意に立ち止まって、やめなさい、と珍しく怒鳴る。はっきりと見ていないなら、もう思い出さない方がいい。そして、親父は目頭を押さえて、唇を震わせた。あれ、何なの？ S はどうなんの？そんな親父を見据えて、俺はとにかく気になったことを連ねる。親父もこれ以上隠し通せないと思ったのか、それとも俺に話してもいいと思ったのか、深くため息をついた後に語り始めた。俺も子供の頃にあの場所に立ち入ったことがあるんだ。親父の話は S が教えてくれた怪談話と酷似していた。親父が小学生の頃、村祭りの帰り、あの山中横を通った際に、肝試し感覚で無断で立ち入ると、同じように白いものを友達の A が見たそうだ。当時、5人くらいの友人といたそうだが、A だけがその白いものの顔を見たらしく、A がその人相を語ろうかとした矢先、九段の S のように発狂した。すぐさま大人を呼んだらしいが、両親が暴れる A を取り押さえていると、しばらくして A が動かなくなった。親父を含めたその場の全員が動転していたが、やがて地主の老人がやってくると、そのまま神社に連れて行かれ、先ほどのような儀式が行われた。随分と長い儀式が終われば、A 以外の親父たちは家に帰されたそうだが、後日、A が亡くなったと両親から聞く。S の怪談話と異なるのはこの先からだった。A の死後、なぜか当時その場にいた子供たち4名が呼び集められ、親父も当然その場にいた。そして、A の遺骨、おそらく腕の部分をそれぞれ均等に壺に入った状態で手渡され、
例の山中へと連れて行かれる。進入禁止のロープからしばらく進んだ先、2階建て一軒家ほどの高さの崖があるそうなんだが、その崖の上に祠があり、貫禄のある神主から遺骨を壺ごとあそこに投げ入れろと言われたので、親父たちは戸惑いながらも下投げでポーンと壺を投げ入れた。当然崖の上で壺が割れる音が聞こえたが、神主は何やらブツブツと言葉を捧げると大ぬを何度も振っていたそうだ。そして親父は今回のお盆でその儀式が5回目だと話す。確か S の話では儀式は全部で5回繰り返すと言っていたが、まさかあの話の一部は真実だったのかと俺は息を飲んだ。S は死ぬの？思わず俺は目先の不安を口にしていた。親父は神妙な顔をしてしばらく答えずに考え込んでいたが、やがて冗談だよとえくぼを作った。俺は嘘かよとツッコミを入れた後、心底安堵して冷や汗を拭う。親父のあまりに迫真な演技に飲み込まれてしまったことが恥ずかしくなったが、親父の話が嘘だとわかればどこか解放感があるように思えた。きっと立ち入り禁止場所に俺と S が勝手に入ったから懲らしめるために一芝居打ったのだと思った。それにしては S は随分とボコボコにされていたのでかわいそうだったが、じゃあ S はしばらくおじさんに懲らしめられるのかな。緊張の糸が解けたことで俺が気軽にそう話すと、 S 君にはしばらく会えないかもねと親父はひときわ小さくつぶやいた。そして再び歩き始めた親父に駆け寄ると、俺はふと浮かんだ疑問をぶつけてみた。さっきの話 S が教えてくれたのと似てたけど、地元に伝わる怪談てか他の友達ってその後どうなったのと尋ねれば、俺以外全員亡くなったよと親父は静かに教えてくれた。その言葉が冗談なのか本当なのか真実を確かめる術を持たない俺は、拭ったばかりの額に汗を浮かべながらそうなんだと相槌を打つ。2日後、俺たち家族は一足先に帰宅する。実は本来ならば昨夜にでも帰宅する予定だったのだが、例のごとく親父がまた夜中に用事があると祖父と叔父を伴い家を出たため、俺たちは叔父の嫁と一緒に留守を頼まれていた。当然あの夜から S は帰宅していない。その理由を叔父の嫁は執拗に叔父に問いただしていたが、叔父はひたすらちょっと謹慎中だというばかりでのらりくらりと交わしていた。実の息子の消息がわからない叔父の嫁は俺にも謹慎中って何があったか知ってると振ってきたが、俺も親父や祖父からあの日のことは口外するなと固く言われているので知らないふりをするほかなかった。ただここまで徹底して S をおそらくはあの神社に軟禁しているのだろうが、閉じ込めている様子を見ていると相当な逆鱗に触れたのだと俺は解釈していた。そういった経緯の後、俺は帰路に着く。それから4ヶ月。季節は冬に移り変わり、すっかりお盆での出来事を忘れていた正月明け。電話をしていたおふくろが渋い顔をしてリビングに戻ってきた。どうしたの？それがね。気軽に問いかける俺に反して
おふくろは神妙な面持ちで話してくれた。その内容は S が行方不明となったというものだった。おふくろは叔父の嫁から連絡を受けて今の今まで話し込んでいたそうだが、どうにも叔父の嫁は支離滅裂といった具合に反響欄で話すばかりでキリがなかったものの、意訳すれば S とはあのお盆の日以降会えていないそうだ。もちろん叔父にも問いただしたそうだが、叔父も S がどこかに逃げ出したと一点張りするばかりで、そうしているうちに叔父の嫁が行方不明者届を出しに行ったが、叔父が普段の S の行いが悪かったと警察に話したことで失踪ではなく家出の線で話し合い、受理されるまでには至らなかった。それからは早いもので S が失踪して4ヶ月経ったが、叔父の嫁は突然いなくなった息子を思ってか、だんだんと情緒不安定となり、今では精神科に通院しているそうだ。おふくろから S の近況を聞いた俺はひどく動揺していた。おふくろには隠し通せていたと思うが、俺は内心で当時のことを思い出しては身震いしている。その晩、帰宅した親父と二人っきりになった時、俺はおふくろから聞いた話を親父に話すが、親父は至って冷静に、そうか、とつぶやくだけだった。そして、そんな親父の言葉にこの上ない不安を抱いていると、親父はふと俺を呼び止めてこう言った。お前も12年後、一緒におじいちゃん家に行くからな。忘れるなよ。親父はそれだけ俺に伝えると、部屋着に着替えるために寝室へと上がっていく。一方で、俺は一人立ちすくむ。たくさんの記憶が頭の中をぐるんぐるんと駆け巡って、やがてパズルのようにはまっていく感覚だった。S はおそらく、もうどこにもいないかもしれない。確証はないが、確信めいたものが俺の中にはあった。それは S から聞いた話であり、親父から聞いた話が結論づけているのかもしれない。あの夜、何かを見た S は奇声を上げ、叔父たちに足蹴にされた。拘束された後、神主に変なお祓いをされ、S は再び発狂、そして何度も叔父に足蹴にされる。これらは紛れもない事実だった。あの日、S は S で亡くなったのかもしれない。もし、親父や S が話してくれた話が断片的にも本当だったなら、俺は禁足地とやらに踏み入ったために、呪われたということになるのだろうか。もし、あの侵入禁止の先が禁足地だったとしたら、S は人柱にされたのだろうか。その答えを知るのは、おそらく12年後の盆になるだろう。親父が冗談として話してくれた通りにならないことを、俺は祈っている。